はい、両方とも型がくっついたので、表に返してみると、こんな感じになりました。で、次は袖を作っていこうと思うんですけど、まずはこの肩はぎをしたところから、まずちょっと測って決めていきたいと思います。ちょっと後ろ身ごろでマーカーをつけておいて分かりやすいので、これを目安にお伝えしていこうと思います。この肩はぎをしたところ、この端っこのこの肩はぎしたところからだいたい22センチぐらいですかねをいつも取ってるんですけど、上に羽織るカーディガンなので、冬場中に1、2枚着ると思うので、少しこの脇のところはあまり小さすぎると腕の動きがあんまり良くないと思うので、22センチぐらい取ろうかなと思います。で、だいたいこの22センチぐらいのところ、ここに1回印をつけます。だいたいでとりあえずはいいので、ここはそんなに22センチぐらいって測って、で、この辺ですかね。ちょっと見にくいと思うんですけど、22センチぐらいの位置のところで、割と端っこ目につけておきます。はい。だいたい22センチぐらいですね。で、これで、この22センチのところにマーカーをつけたので、下から編んだ段数が何段目かを数えていきます。で、私はこれメリヤス編みを始めてから10段ごとにつけてるので、メリヤス編みの10段目、20段目、30段目、40段目、50段目、で50段目から1、2、3、4、5、6、56段目にマーカーをつけました。裾からだとプラス18段分ですね。メリヤス編みだけで1、2、3、4、5、5、56段目。で、この56段目のところに4箇所マーカーをつけていこうと思います。なのでこっち側もちょっと数えないといけないので、メリヤス編みから56段分数えてマーカーをつける。で、前身ごろのこの袖が通る方ですね、端っこ、外側の方も56段メリヤス編みを数えてマーカーをつけるっていう感じで、まずはマーカーを4箇所つけていこうと思います。はい、4箇所全部メリヤス編みの56段目のところにマーカーをつけました。そしたら、前身ごろと後ろ身ごろをこういう風に横に広げて、どっちからでもいいので目を拾って袖を広い目をしていきたいと思います。今、こう見てる方はこっちが前身ごろでこっちが後ろ身ごろですね。どっちからでも大丈夫なので、マーカーからマーカーまで広い目をしていきます。そしたらまた2本取りで、8ミリの60センチの針を引き続き使用していきます。まずは右から左に、広い目をずっとしていくので、とりあえず指にかけて、このマーカーのところから、広い目をしていきます。このマーカーの目、今ちょうど外側から2目目の目なんですけど、1目目と2目目の間に針を入れて広い目をしていきます。まずは表側から針を刺して、指にかけた糸を引っ掛けて手前に
引っ張り出していきます。そのまま次、上の段ですね、横にずれていきます。また1目めと2目めの間から。で、また横にずれて1目。で、3回拾ったら、次は1回飛ばして、今ここから拾って3目拾ったので、次1つ飛ばしてここからまた拾っていきます。1回目で、また次2回目で、また次3回目で、3回拾ったらまた1つ飛ばして、その次からですね、また1回2回3回で、また1つ飛ばして1、2、3、これをずっとですね、3回拾ったら1回飛ばす。3で、次また1、2、3、1、2、3、1個飛ばして、1、2、3で飛ばして、1、2、3で、もうすぐ、この肩はぎをしたところなんですけど、肩はぎをしたところは次、私1回飛ばしてまた3回拾うっていう感じなんですけど、なのでちょうどこの飛ばすところが肩はぎの直前なので、ここは飛ばして次の後ろ身ごろの方に向かって拾っていこうと思います。この辺は適当で大丈夫です。こうじゃなきゃいけないっていうのはないので、なんか一回飛ばすと大きく開いちゃいそうだなって思ったら続けて取っていただいて大丈夫なので、で、後ろ身ごろに向かってまた1目めと2目めの間を取っていくんですけど、向きがこう変わるので見にくさがちょっと、あるかもしれないんですけど、とにかく縦にずっと拾っていくような感じで3回拾ったら1回飛ばす。で、これで、マーカーのところまで拾っていくんですけど、まずは拾っていったら何目拾えたかを数えて、でメモをしておきます。で、もう片側の拾い目の時も同じ目数を拾いたいのでメモしておいて、記録しておくといいと思います。3目1、2、3、だいたい同じようにやってれば近い目数が拾えると思うので、で、1個飛ばして1、2、今3回拾って1回飛ばして、で最後ここのマーカーのところですね。なのでここで、マーカーの直前で3回目拾った場合はもうそのまま4回目で、拾
拾っちゃっていいので、マーカーのところまでは確実に、最後は拾うっていう感じで、適当に合わせてもらえれば大丈夫です。で、これで何目拾えたかを数えてメモをしておきます。はい。数えたら全部で55目拾えてました。拾えた目数を記入しておいて、もう片側でも同じ目数を拾えるように、覚えておきます。で、ここからは編み図なしでお話ししていこうと思うんですけど、まずは、今拾った目の分ですね。これを1段目と数えます。で、ひっくり返してメリヤス編みで往復編みで編んでいくんですけど、次は裏から見て編む段で2段目を編んでいきたいと思います。で、袖口に進むにつれて、少し目数を減らしていきたいので、10段に1回ぐらいですね。まずは11段目、奇数段で表から編む段の11段目でまず両サイドに1目ずつ2目一度押していきたいと思います。で、またさらに10段編んで、今度21段目で1目ずつ、31段目で1目ずつっていう感じで、10段ごとに両サイド1目ずつ、計2目ですね。減らしていくっていう感じで、袖口に向かって減らしていきたいと思います。で、袖の長さなんですけど、私はとりあえず、袖口のところを1目ゴム編みを編みたいので、それをだいたい8センチぐらい編もうかなと思ってるので、その1目ゴム編みを除いてメリヤス編みを、だいたい32、3センチぐらいになるまで編んでいこうと思ってます。これも、袖の長さはお好みで編んでいただいて大丈夫なので、とりあえずその11段目、21段目、31段目、41段目っていう感じで、10段に1回両サイド1目ずつ減らしていくっていうやり方で、袖口に向かって目を減らしていく作業をしていきたいと思います。とりあえず、しばらくはメリヤス編みでずっと編んでいくので、ちょっと11段目のところでまた2目一度のお話をしていきたいと思います。はい、メリヤス編み10段編み終わりました。で、次の11段目で両サイドに、2目一度をやっていきたいと思います。まずこっち側は右上2目一度で最初にやってしまって、で、そのままメリヤス編みでずっと進んで、最後の2目で、左上2目一度をやっていきます。はい、最後の2目で左上2目一度をやります。これで11段目、両サイドの1目ずつ減りました。そしたら、また、次は21段目で両サイド、今と同じように2目一度やっていきます。で、その次31段目でまた41段目という感じで10段に1回ですね、両サイド1目ずつ減らしていきます。これも、好みで長さ、決めていただいて大丈夫なので、好きな長さまで編んでみてください。じゃあ、私は32、3センチぐらいになるまで編もうと思うので、そのぐらい編んだらまたお伝えしようと思います。はい。33センチぐらいになるまで編みました。結局編んだ段数なんですけど、1、2、3、4、57段ですね。で、11段目から10段ごとに両サイド1目ずつ減らしてるので、計5回ですね。なので、10目減ってます。なので、取った目数は最初55目だったんですけど、今は
10目減ってるので45目になってます。で、57段目まで編んでるので、今表を見ながら編み終わってる状態です。で、ここから袖口の、ゴム編みにしていこうと思うんですけど、まず15号に、変えて、で、またちょっと目をですね、減らしていきたいと思います。はい、15号に変えたので、今45目あるんですけど、このままゴム編みだとちょっと、大きくなってしまうので、次の58段目で、減らしていこうと思います。まずは、3回裏編みを編んだら、1、2、3目裏編みを編んだら、4目目、5目目で、2目一度押していきます。2目いっぺんに裏編み。で、これで今、1目減りました。で、また、続けて3目。1、2、3目裏編みを編んだら、4目目、5目目で、いっぺんに裏編み。また、1、2、3目編んだら、いっぺんに裏編み。という感じで、3回編んだら次2目一度っていう感じで、少しですね、目を減らしていきます。はい。今、ずっと3目編んで、次2目一度っていう感じでやってきたんですけど、これで、私の場合は今、トータルで36目に減りました。そしたらここから1目ゴム編みを編んでいきたいと思います。このまま15号で、偶数の場合は最初2目連続で表編みを編んでいきます。表、表、裏、表、裏という感じで、偶数の場合は一番最初表表になります。奇数の場合は表裏表裏で始めてしまって大丈夫です。で、最後は、必ずその場合は偶数でも奇数でも一番最後は表編みになります。で、こんな感じで一目ゴム編みも好きな長さまで編んでいきたいと思います。はい。一目ゴム編みを14段編みました。そしたらこれも14段編んだっていう風に、何段編んだかメモしておきます。で、今度一目ゴム編み止めをやっていくので、糸をカットしていくんですけれども、だいたい糸の長さは、ここの長さのだいたい4倍から5倍ぐらい取っておくといいかなと思います。はい、そしたら、とじ針を使って一目ゴム編み止めをやっていきたいと思います。で、偶数目の場合と奇数目の場合で最初に表編みが1目か2目かで変わってくると思うので、ちょっと両方のパターン最初だけなんですけど、一番最初の下準備として糸の通し方が違うので、ちょっとそこをお伝えしていこうと思います。まずは奇数目の場合の時、表裏表裏で、表編みが最初1目だけの時のお話をしていこうと思うので、偶数目の方はちょっと飛ばしていただいていいんですけど、ちょっとこんな感じで、奇数目の時の場合ですね、ちょっとこの1目を落としてお伝えしていこうと思います。で、表編み、裏編み、表編み、裏編みっていう風になっている方は、まずは、とじ針に糸を通したら、最初の1目目を表編みを編むように糸を通していきます。そしたら、次、この表編みと裏編みの間の
後ろからですね、とじ針を通していきます。目に通すんじゃなくて、この目と目と間のスペースを後ろからとじ針を出してきて、で、そのまますぐ糸が出てきた左側の2目めの裏編み、ここにまた今度は目の中に表編みを編むようにとじ針を通していきます。はい、こんな感じでまずは一番最初ちょっと下準備として通します。で、一旦奇数目の方は、ここで止まってていただいて、次偶数目の場合の最初の下準備の通し方をお伝えしていこうと思うので、ちょっと一回元に戻します。はい、次は偶数目の場合ですね。表編み、表編み、裏編み、表編みっていう感じで編み始めになっている場合ですね。この場合はまずは、一番最初の表編みを編むようにとじ針を通していきます。そしたら次はこの2目めですね。2目めの表編みを右から針を通していきます。そしたら今度は1目めの表編みですね。これを右から刺していきます。で、そしたら刺したらこのまま1目めはもう棒針から落として糸を通していきます。はい、通したら今度は今棒針にある1目めの表目、2目めの裏編みの間、目と目の間を後ろからとじ針を通して糸を前に持ってくる。で、棒針の今2目目にある裏編みですね。これを表編みを編むようにとじ針を通していきます。これで、表編み2目で始まる時のまず下準備ができました。これで、さっきのお伝えしていた奇数目の場合のやり方、下準備と今同じところまで来てます。ちょっと最初表編み2目で続いてる時の方が、やることが下準備としては多いんですけど、ここからは、偶数目も奇数目も同じように閉じていきたいと思います。で、ポイントとしては、まず1つの目に2回糸を通してから棒針から目を落とすっていうのと、表編みと表編み、裏編みと裏編みのペアで糸を通していくっていう感じですね。まず、やりながらお伝えしていこうと思います。まず今先頭にある目は表編みの目になります。なので表編みの目と次の表編みの目、この真ん中の裏編みは飛ばします。この表編みと表編みをペアでまずは糸を通していきたいと思います。で、すでに下準備として今この目とこの目は糸が通ってる、1回ずつ糸が通ってるので、次通した時は棒針から外していきます。ちょっとややこしいんですけどやっていきます。まずは一番最初、表編みを編むように針を通す。で、棒針から外して、でこのまま針を左に向けて次の表編み、ここじゃなくてこっちですねに右から
針を通していきます。で、糸を軽く引き締めます。ゆるゆるだとダメなんですけど、ぎゅっと引っ張りすぎもダメなので、適度にブカブカすぎない程度に糸を引き締めます。今一目最初に落としたので、今度先頭は裏編みになります。この次は、裏編みと裏編みのペアで通していくんですけど、次は裏編みと裏編みのペア、まず右から針を刺して棒針から落とす。このまま今度は後ろ側からとじ針を、この今裏編みの目はこの外してとじ針にかかったままの状態なので、今棒針にある先頭の表編み裏編みの間を通ります。で、糸を前に持ってくる。で、糸が出てきたすぐ左側の裏編みに、今度手前から表編みを編むように糸を通していきます。今裏編みと裏編みのペアで糸が通りました。次は表編みと表編みのペアですね。表編み、左から表編みを編むように通します。で、棒針から外す。糸を左に向けて表編みの目を右から通す。次は裏編みと裏編みで通していきます。右から針を刺して棒針から落とす。で、そのまま後ろから目と目の間を通って糸を手前に持ってきたら、出てきたとこのすぐ左の裏編みですね。これを表編みを編むように糸を通す。これで裏編みと裏編みができました。次また表編みと表編み。で、次は裏編みと裏編み。で、次表編みと表編み、裏編みと裏編み。こんな感じで表編みと表編み、裏編みと裏編みペアで通していって、一つずつ目を落としていくっていうような感じですね。これを、端っこまでやっていくんですけど、やることはずっと同じ作業なんで、ちょっと最後の方までいったらまたお伝えしようと思います。はい、今残り3目分になったんですけど、今は裏編みと裏編みのペアが終わってる状態まで来てます。今裏編みと裏編みって言ってここに通したところですね。次はまた表編みと一番最後の表編みで、今度裏編みと裏編みがないので、もう一番最後この表編みと表編みが終わった時点で残ってるのが裏編みと表編みしかないので、あとはもう針を右からそのまま2目スーッと入れて針から外しちゃって大丈夫です。で、こんな感じで。で、これで1目ゴム編み止めができました。4倍残して、4倍ちょっとかな、カットして、残りこれぐらいなので、糸始末でギリギリっていう感じですね。こんな感じで1目ゴム編み止めができました。そしたら、今片方の袖ができたので、
もう一個の反対側もまずは、同じように、拾った目数と同じだけ目を拾って、で全く同じようにですね、11段目から両サイド減らして21段目、31段目、41段目っていう感じで10段ごとに減らしながら、もう全く同じように、最後まで編んでいきたいと思います。はい、袖が両方とも編み終わりました。そしたら、今両方袖ができて、身ごろと身ごろ、袖と袖がついてないので、それをすくい閉じしていこうと思います。でまずは前身ごろ後ろ身ごろ同士を、合わせてすくい閉じを裾の方からずっとしていって、で脇のところまで来たら今度袖の方に向かってずっとすくい閉じをしていくっていう形でやっていこうと思うんですけど、とりあえず、身ごろのこの裾から脇のところまでの、3倍ぐらいの糸が限度かなと思うので、そのぐらいの糸をカットして閉じ針ですくい閉じしていこうと思います。で今回は編んでるのは2本取りで編んでるんですけど、すくい閉じは2本取りじゃなくて、こっちのセリアの糸の方ですくい閉じしていこうと思います。でまずは、糸をカットして、で閉じ針に通して、で裾の方からやっていこうと思います。すくい閉じの、やり方は別の動画で出してますので、詳しく、ご覧になりたい場合はそちらを参考にしていただけたら嬉しいです。ちょっと今回サクサクっとやっていきたいと思います。まずは片方の裾の方からですね。今こっちが後ろ身ごろでこっちが前身ごろでやっていくんですけど、前身ごろと後ろ身ごろ同士を表に向けて、でまずは片側一番下の1目目と2目目の間から一番最初は裏側から糸を通して、糸始末できるぐらいの長さで残しておいて、そしたら今度こっちのもう片方の身ごろから、これも1目目と2目目の間から今度は手前から針を通して一段上に横に渡っている糸をすくう感じで閉じていきます。で次反対ですね。こっち側も一番下の1目目と2目目から間からすくう感じで糸を通す。で、こっち側もさっき出てきた糸の穴のところ2段目のところから3段目に向けて糸を通す。でこっちも2段目から3段目に向かって横に渡ってる糸をすくう。こんな感じですくい閉じを一目一目ですねやっていこうと思います。これである程度こんな感じでゆるゆるの状態で糸を通していって、で途中で引き締めながらやっていくっていう感じですね。ある程度やったらとりあえず糸を引き締めて、で糸を割らないように閉じ針を通していくっていうことがポイントかなと思います。でこれでずっと、引き締めつつ進んでいって、で脇のところまで来たらまたお伝えしようと思います。はい、もうすぐ脇のところまでですね。で、ちょうどこのマーカーのところから脇の、
始まり、拾い目をしていってるところなので、このマーカーのところまですくい閉じをしていって、で、そこから、このマーカーの今マーカーがついてるところから拾い目がしてあるんですけど、今度こっちに移動していきたいので、こうすくい閉じしていったら今度こういう直角に曲がっていく感じで、こっちも1目目と2目目の内側に通していきたいので、またマーカーのところまですくってきたら、次またマーカーのところから刺して、で今度1目目と2目目の間の袖に向かって通していく。こっちもマーカーのところから刺して、1目目と2目目の間、ちょっと拾い目をしたのでこう分かりにくいかもしれないんですけど、こうやって通していって、でちょっと一回ここで直角になるので引き締めておいて、で今度は袖の方を袖口に向かって引き続き同じようにすくい閉じをしていくっていう感じですね。これで袖口の方までやっていきたいと思うんですけど、糸が足りなくなったらまた足しながらやっていこうかなと思います。はい、袖まですくい閉じしてきました。で最後、手前側に糸が出てるので、もう反対側の方で手前から向こうにこんな感じで、あとは後ろで糸始末をしていきます。でこの糸は、結局足りたので、ここの身ごろの裾から脇までの3倍ぐらいの長さで全部すくい閉じができました。すくい閉じしたところはこんな感じですね。もうこの辺はもうメリヤス編みが続いているような感じでちょっと分かりにくいと思うんですけど、この辺がそうですね。でそしたらもう片方の方も同じようにすくい閉じをしていきたいと思います。はい、すくい閉じが終わって、あとは前立てを編むだけですね。前立てなんですけど、まずは向かって左側の身ごろの、この下からずっと目を拾っていきたいと思います。でぐるーっとこういう感じでずっと拾っていって、でここまで拾っていったらまた往復編みでまたこう戻ってくるっていう感じですね。で、前立ては、15号の、100センチの輪針で編んでいきたいと思います。80センチぐらいでも、多分編めると思うので、80センチか100センチ、もしくは120センチとかでも大丈夫です。で、15号で、まずは拾い目をしていくんですけど、袖を拾い目していった時と同じような感じでやっていきたいと思います。まずは、向かって左側の身ごろの下からですね、このゴム編みのところの1目目と2目目の間のところから1目目と2目目の間ですね、ここからゴム編みで、前身ごろは表裏表ってなってるので、裏の1目、裏の2目目
っていうのが分かりにくいと思うんですけど、裏から見たらこんな感じで表目で見えてるので、そのすぐ外側ですね。裏から見るとこんな感じで、表から見るとちょっと分かりにくいんですけど、1目目と2目目の間に針を刺して、で新しい糸を使ってまた拾っていくんですけど、同じようにまずは、3回拾って1回飛ばすっていう感じで拾っていきたいと思います。で1、2、3回拾って1回飛ばす。でまた3回拾って1回飛ばす。2、3回拾うっていう感じでやっていくんですけど、途中でこの Y 字のような感じでこう外に向かっていってるので、まずはちょっとわかるようにどこから斜めになっていったかなんですけど、この模様編みのすぐ左側を見ると2目一度してるところがなんとなくわかるかなと思うんですけど、ここの模様編みの左側をずっと見ていくと2目一度してるところがあります。ここから斜めになっていってるので、大体でいいのでとりあえずここに印をつけておいて、こっち側も同じようにこの模様編みのすぐ横のところ、こっちも2目一度しているところがあるので、こことここですね、この辺なので、この横あたり、この辺まずはずっと3回拾って1回飛ばすっていうのをずっと直線でやっていったら、ここから斜めになってる分、少し拾う目数を多くしたいので、もう1目に対して1回拾う要領で拾っていきます。ちょっとそこまで1回やっていきたいと思います。はい、今マーカーのところまで来たんですけど、そしたらこのマーカーから先、肩はぎをしたところまでは1目に対して1回拾っていきます。ちょっと横にずらしておいて、後でまたちょっと確認することがあるので、とりあえずマーカーはつけておきます。で1目に対して1回ずつ、特に問題なく拾えると思うので、これをずっととりあえず肩のところまで拾っていきたいと思います。で今肩はぎをやったところのちょっと手前のところまで来たんですけど、最後の方は、この模様の、こっち側で2目一度してたのを最後の引き返し編みの、関係で最初に2目一度してる部分があったと思うんですけど、それが今ここですね。ここで今右上2目一度やってる目になるんですけど、この目とこの目でちょっと見にくいかもしれないんですけど、この時は今1個下の段まで拾ったんですけど、この右上2目一度のこっち側の左側の目の中に針を通して拾い目をすると、綺麗になるかなと思います。
また次すぐ上ですね。ここの大きく穴が開いてるところ、一段上に行って、またどんどん一目に対して一回拾うっていう感じですね。こんな感じで拾っていくと、肩のところまで来ました。ここまでで前身ごろですね。で、こっから先は後ろ身ごろになるんですけど、後ろ身ごろは、まずここの部分、ここは19目伏せてるので、19目分は拾っていきたいと思います。ただ、実際に、伏せてるのが、ここから19目っていう感じなので、この次ここから、拾い目をすると結構距離があって、こう隙間が空いてしまうので、一個隣の目から拾っちゃってもいいかなと思います。で、この V の字が一目なので、ここからまた1、2、3、4で拾っていって、でこの19目伏せた分も拾っていって、次また、さっきと同じように前身ごろに向かって拾っていくんですけど、ここの今19目分拾って、こっち側もまた隙間が、次前身ごろすぐ行くと隙間が空いちゃうので、その19目の次の20目分こんな感じで拾ってから、今度は前身ごろに向かって拾っていくといいかなと思います。で、後ろ19目伏せたので、プラス2、3目ぐらい両サイドでプラスで取ってもらえれば、あまりこの隙間というか間隔が空きすぎなくていいと思うので、伏せた目数プラス2、3目ぐらいを目安に拾ってもらえればいいかなと思います。で、また今度は裾に向かってどんどん進んでいって、でここももちろん斜めになってるところなので、一目に対して1回拾うっていう感じですね。今ここも左上2目一度してるとこなので、こっちの外側から2目目のところに、引き抜いてあげると綺麗かなと思います。こんな感じでやっていって、マーカーのところまでは一目に対して1回拾っていって、マーカーから先は直線になるので3回拾って1回飛ばすっていうのを繰り返しやっていきます。で、余裕があれば、拾えた目数を数えてもらって、で、なるべくですね、奇数目にすると綺麗に仕上がると思うので、一番最後までいったらまず目数を数えて、奇数目じゃなかったら、またその3目そこで最後で帳尻合わせをしてもらうと
いいかなと思います。で、裾の方まで目を拾っていきます。はい。全部で101目になってました。そしたら、このままひっくり返して往復編みで編んでいきたいと思います。で、往復編みでゴム編みですね。一目ゴム編みを編んでいきたいと思います。一番最初、次、今の拾い目を1段目と数えて、次裏から見て2段目を編んでいきます。まず最初の2目は裏編みからスタートして、裏編み2目編んだら、次から表編み、裏編み、表編み、裏編みと一目ゴム編みを編んでいきます。で、奇数目にしたので、一番最後も裏編み2目で終わるっていう感じになります。で、まず、端っこまで一度ゴム編みで編んでいきます。はい、拾い目をして、裏から見て、2段目を編み終わったところです。次の3段目でボタンホールを作っていきたいと思うんですけど、次の向かって左側の身ごろでボタンホールをつけていこうと思います。で、さっきのここのマーカーをつけたところですね。ここからはこう斜めに広がっていってるので、ここまでの間でボタンホールを決めたいと思うんですけど、まずは、どんなボタンでもいいんですけど、今回ちょっとですね、太い針でやっているので、少し大きめのボタンを選ぶといいと思います。で、私は、これ、3つ入りだったんですけど、ダイソーでこれを、2つ購入してきました。なので全部でこの黒いボタンが6個今あるんですけど、これを4つくらいですかね、つけようかなと思ってます。で、だいたい、これがですね、2.8 ミリぐらいですかね。2.9 ミリくらいかな。3ミリギリギリないぐらい。で、厚みが、一番厚いところで5ミリ近くある感じですね。これを使っていこうと思います。少し大きめの 2.5 ミリぐらい、もしくは3ミリ近いものを選ぶといいかなと思います。で、ちなみに、もう一個色違いでもともと編んでたものなんですけど、このボタンは、これよりももうちょっとちっちゃいものですね。2.7 ミリぐらいのボタンになっていて、これは薄い感じですね。ちょっと厚みが違うものになります。で、選ぶボタンによって、このボタンホールの大きさっていうのを、変えた方がいいので、変えないと、もうちっちゃい2センチぐらいのボタンだったら、ここがもうブカブカになってしまったりするので、なるべく、大きめのものを選んであげるといいかなと思います。で、まずボタンの位置を決めていきたいと思います。で、ここのマーカーのところから裾までですね。で、だいたい、ここの裾のところはこの辺だとして、で、こんな感じでちょっと適当に等間隔になるように置いてみます。
で、ボタンホールを作るんですけど、今回は2目分伏せるというかなくすというかでやっていこうと思うので、このボタンをつけたいところ、このボタンの中央をまず確認して、その1個裾側にまずつけます。マーカーをつけておきます。中央のつけたい中央の1個右ぐらいなので、ここが中央だとして1個右につけておいて、でだいたい等間隔でちょっと見てもらって、で次の、ボタンの中央の1個右この辺につけます。でそしたらこのマーカーからマーカーまでの目数を数えます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15目。ここの間が15目あるので、今度このマーカーから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15でまたマーカーをつける。でまたこっから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15でここでつける。でそうすると等間隔でボタンがつく予定なので、こんな感じでやってみようかなと思います。なので、つけたいボタンをまず準備して置いてみてから、その等間隔でマーカーを配置できるようにやっていってもらえればいいかなと思います。で次の3段目からこの4箇所にボタンホールを作っていきたいと思います。そしたらですね、まずマーカーのところまでは引き続き同じようにゴム編みを編んでいきます。表2目で始まって、次は裏目。そしたらマーカーはとりあえず右の針に移しておいて、ここから、今回ですね、ちょっと私のボタンの大きさになってしまうんですけど、前にこれ作ったものなんですけど、これはまず2目一度押して伏せ目をしてます。なので2目減ってるっていう感じですね。2目減ってる状態でこんな感じのサイズになってます。で今回もこの黒いボタンを通してみたら余裕で通るので、今回もこれでやろうと思うんですけど、これは2目一度と伏せ目をしてます。なのでだいたい2.7 センチぐらいのものだったら平気なんです。これで平気なんですけど、2.5 センチとかってなると、もしかしたらこれだと大きいと思うので、2.5 センチ、2.4 センチとかそのぐらいの場合は、2目じゃなくて1目だけ減らすっていうぐらいの方が、ブカブカにならずにいいんじゃないかなと思います。この2目ない状態でも結構大きい穴が開くので、ちょっと参考までにっていう感じになっちゃうんですけど、小さいボタンの場合は2目一度を1回だけするか、伏せ目を1回だけするかっていう感じで、ちょっとボタンの厚みとかでも変わってきてしまうし、その編む方のこの力加減によっても目の大きさってちょっと変わってきてしまうので、
ちょっと参考までにっていう感じになってしまうんですけど、なのでなるべく大きめのボタンがいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと脱線しましたが、このマーカーまでまずゴム編みを編んだら、2目1度と伏せ目をしていきます。で、2目1度なんですけど、このまま左上2目1度でいっぺんに編んでしまって、次伏せ目ですね。表編みを編んで引っ掛けて伏せ目。こんな感じで、これだけで結構広く穴が開くので、これで2目分減ったので、次からは裏表っていう感じで、またゴム編みを引き続き編んでいって、でまたマーカーのところまで来たら、マーカーをとりあえず移動して、移動しなくてももう空いてるのでわかると思うんですけど、でまたここで2目1度をして、でそしたらまた伏せ目ですね。こう裏編みなので、裏編みで伏せ目をしちゃっても大丈夫です。どっちでも下の段の編み方で伏せても大丈夫です。で2目1度と伏せ目したら、またゴム編みを始めて、でまたマーカーのところ来たので、また2目1度をして、で伏せる。こんな感じですね。でこれをもう一回やって、今度はずっともうゴム編みで端っこまで行って、でまた折り返して戻ってくるときに、ここのボタンホールのところですね、ここのまた目を戻さないといけないので、その時にまたお話ししていこうと思います。はい、ボタンホールのところまで来ました。そしたら、マーカーはもう外しちゃって大丈夫なので、ここからこのボタンホールで減らした2目分を作っていきたいと思います。指にかけてる糸をこんな感じで、こういう風にねじって針を刺して、これで1目増えました。もう一回ねじって針を通して締める。これで2目増えたので、この状態のまま何事もなかったかのように次の目を編んでいきます。そのまま1目ゴム編みの要領ですね。でまた次のマーカーのところで今と同じように増し目をしていきます。でまたマーカーを外して、またくるっとねじって1目作る。ねじって針を通して1目作る。でまた何事もなかったかのように編んでいって、また2目ですね。1目2目増やしたらゴム編みを編んでいきます。
で、最後ですね。最後も2目増やして、残り3目。最後は裏が2回。はい。これで今4段目が編み終わったので、次5段目を編んでいきます。で、5段目ですね。まずは、3目編んだ次からさっきの増し目をしたところになるので、まずは3目ゴム編みで編んだら、この増し目のところを、今表表裏なので、次はゴム編みなので表ですね。表編みを編むんですけど、普通の表編みを編むよりも一度さらにねじりを入れてあげた方が綺麗になるので、通常の表編みじゃなくてねじりの表編みをやります。で、次、表を編んだので、次裏ですね。裏編みの時もねじりの裏編みを編みます。で、次からは通常通り表裏表裏で進んでいって、はい。で、ここでまた増し目になっているところがあるので、今直前が表だったので、次はねじりの裏で、次ねじりの表で、普通の裏表裏表っていう感じで、増し目のところだけねじりでとりあえず編むと、ちょっとすっきりとした感じになるので、そういう風にやるといいと思います。で、こんな感じでとりあえずねじりのところだけやっていただいて、あとは普通のゴム編みですね。で、今これは5段目を編んでるので、次が、裏から見て6段目の時はもう何も気にせずにゴム編みで戻ってきちゃって大丈夫です。で、7段目8段目まで編んで、9段目で伏せ目をして終わりにしようと思ってます。なので、だいたいそのボタンホールが真ん中の位置になるだけ、ゴム編みを段数を編んでいくっていう感じで大丈夫です。今7段目まで編んだんですけど、次の8段目でやっぱり伏せようかなと思います。っていうのも、今回3段目で、2目一度と伏せ目をしてボタンホールを作ってるんですけど、ちょっともしかしたら、前に作った方は4段目か5段目ぐらいでボタンホールを作ったような気がするので、さっきと言ってることが違くて申し訳ないんですけど、ちょっとやっぱり7段目まで編んで8段目で伏せていこうかなと思います。今ボタンホールのところを見ても、もうここで伏せちゃっても問題なさそうなので、8段目で伏せることにします。で、裏から見て編んでいく段なんですけど、一番最初はまず2目
編んでいきます。このゴム編みと同じ要領で、裏編みだったところは裏編みで、表編みだったところは表編みで編んでいくので、まずは裏編み2回編んだら、最初の1目を引っ掛けて伏せて、で次から1目編むごとに伏せる。で次は裏編みなので裏編みを編んで伏せる。次は表編みを編んで伏せる。これを端っこまで、伏せていっちゃいたいと思います。はい、これで最後の1目も伏せ終わったので、あとは糸始末できる長さを残してカットしていきます。適当に、糸始末できるぐらいに残して、でこのまま輪っかをスーッと引き抜いて、あとは糸始末ですね。はい、これで編むところはもうないので、一旦、糸始末をすべてしちゃってから、ボタンをつけていこうと思います。はい、糸始末が全部終わったのでボタンをつけていこうと思うんですけど、まずこういう風に並べてもらって、でこう穴のある位置、これをですね、まず下の方から見てってもらって、でこう綺麗に並べて、この表編みの部分をこうやって数えながら位置が合うようなところに今マーカーをつけました。で次のボタンのところもこういう風に表編みを目安にこう数えていって、位置が合うところの真ん中あたりですねに、ボタンをつける印としてマーカーをつけました。これを4箇所ボタンホールを作ったので4つ分マーカーをつけてます。でボタンを1つずつつけていこうと思うんですけど、これも1本でボタンをつけていこうと思います。ボタンホールを縫う時の、針なんですけど、今回ちょっと表に穴がないものを使っていくんですけど、この糸を通していく時に針がきちんと通るものをとじ針として選んでもらって、で今回ちょっと私のこの使うボタンがすごい穴が小さいので、ちょっとほとんど糸が通せないと思うので、ちょっと参考になるかわからないんですけど、これで糸を適当な長さで50センチとかにカットして、それで閉じていこうと思います。とりあえずこの辺からちょっとやっていってみます。でここの真ん中あたりなので、この辺ですかね。この辺に一回表から通して、で糸を少し余らせておきます。でボタンに通して、でもう一度こんな感じで4つボタンがあるときはまず、縦でも横でもいいんですけど、こう同じ平行になるようにボタン針をこういう感じで、こんな感じで通していくといいと思います。で真ん中ら辺でつけるんですけど、ここのニットの生地とボタンの間が、少し間隔が空いてる方がいいので、5ミリ前後くらいですかね、通してもらって、通してじゃなくて、間隔を空けながら少し緩めにボタンをつけていきます。
ちょっと穴が小さいので、ちょっと針が通るかわからないんですけど、ちょっと通らなかったら2回だけ糸を通す感じで、3回が限度ですね。でこんな感じでつけたら、一度ここの生地とボタンの間でこうやって3回ぐらいぐるぐるぐるって巻いて、で、ここで一回結んじゃいます。これもちゃんとしたやり方ではないと思うので、自己流になっちゃうので参考になるかわからないですけど、そんで、最後この適当にこうブスッとぐるぐるしたところに刺してカットするっていう感じですね。少し5ミリぐらい残してカットしておきます。で、こっち側ももしあれでしたらとじ針に通して、でこのぐるぐるしてるところにブスッと刺して、でこっち側も5ミリぐらい残してカットします。こんな感じで、ちょっとボタンの付け方がちゃんとしてないかもしれないんですけど、こういう感じでつけていきます。でこれをあと3箇所ですね。今1個つけたので、ちょっとこんな感じで、こういう感じですね。はい。じゃああと3つつけていきたいと思います。はい。ボタン全部つけ終わって、これで完成になります。こんな感じですね。ちょっとボタンが大きいですね。こんな感じでできました。で、後ほどですね、全体の写真を載せておくので、よかったらご覧になってください。でサイズとかも載せておきますので、そちらを参考にしていただければと思います。では今回はこれで終了になります。最後まで見てくださりありがとうございました。